除雪にですね7時間半かかったという、だいたい毎年200億円ぐらいなんですよね。日中用のレンズとですね夜間用のレンズがあるみたいなんですね。安価な中華アクションカメラに比べますとセンサーサイズは大きくなっているぞと。こちらのカメラですね、ホライゾンロック機能というのがついているんですね。はい、皆様こんにちは。本日もですね、夜間のドライブの方に来ておりまして、で道路のですね状況の方を確認していこうと思うんですけれども、今日ですね、いや違う、昨日ですね、かなりの天候が良くてですね、道路の雪の方も溶けたのか、除雪もですね、こういったようなバス通りといいますか、幹線道路というんでしょうかね、というようなものは、結構広くなっておりますね。なので、走りやすいといえば走りやすいんですけれども、で、今回のですね、お話はですね、こういうような道路の確認をしつつ、アクションカメラのお話の方をですね、していこうと思います。で、どういうようなアクションカメラの内容かと言いますと、新商品なんですよね。で、今時期ですね、新商品の方、ちょっと時期的には珍しいのかなというような気もするんですけれども、じゃあどこのメーカーが出したかと言いますと、皆さん SJ カムというのはご存知でしょうかね。結構GoPro DJI Insta360 というのはですね、有名どころなので聞いた方も多いと思うんですけれども、 SJ カムというのはですね、あまり、もしかしたら耳にしたことがないかもしれないんですよね。で、その SJ カムというメーカーからですね、新たに新商品としてアクションカメラの方が発売されたんですけれども、こちらのですね、アクションカムというのは内容の方をお話しするにはですね、ちょっとどこか止まってお話の方をしたいなというふうに思うんですけれども、ちょろちょろとですね車を走らせながらちょっとコンビニの方を探しまして、お買い物をしつつちょっと駐車場の方を少しお借りして、内容の方をですねお話ししていこうかなというふうに思います。その間ですね、ちょっとこういったような道路の方がどういう風になっているのかなというところを見ていきたいと思いますね。で、見ていただいた通りですね、道幅も結構広いんですよね。1月の25日にどうなってんだっていうぐらいですね、雪が降りまして、我が家はですね、なんと70センチぐらい降ったんですよね。そういうこともありまして、除雪にですね、7時間半かかったという全部手作業なので、致し方ないんですけれども、ちょっと、腰をその時にですね、やってしまいまして、軽いぎっくり腰だったので、なんとかなったんですけれども、ちょっと住宅街の方も入ってみましょうかね。この辺はやっぱり雪が多いのか、それでも広いといえば広いですよね。住宅街の道にしましてはちょっと雪が路面がザクザクしておりますけど、ちょっと
この辺で曲がってみますか。はい、結構広いです。札幌はですね、雪が多いといえば多いんですけれども、札幌市の除排雪の予算がですね、だいたい毎年200億円ぐらいなんですよね。で、他のところの地域と比べますと、もう桁違いの予算なんですけども、今年は確か280億、283億高だったかな。なんかものすごい金額なんですよね。そういうこともありまして、雪がどさっと降ったらですね、除雪の方の車の方が台数も多いので、一気に夜間に走り出すと。これだけ広かったらですね、十分、大型車両、今左側に止まってますけど、十分に避けてですね、走ることもできますけど、これあれですね、除排雪ですね。いけんのかなこれ。多分この先で除排雪を行っているのではないかと思うんですけれども、大丈夫なんかなこれ。通れるのかな。通行止めにはなってないとは思うんですけど、すごいですね。10トントラックなのかな。いっぱい並んでますけども、どこを除雪する予定なんでしょう。いやー、我が家の除雪はですね、ちっこい重機、例えば、一般家庭用の除雪機ですとか、そういうようなものがないので、全部手作業なんですよね。それもあってですねすごい除雪、10センチ以上積もるとですね、結構時間かかるんですよね。我が家の前もですね、除雪は来たんですよね。除排雪ではなく除雪だったんですけども、ロータリー車でですね、歩道と車道の間にある雪山をですね、ガーッと半分ぐらい削りまして、で、その雪をどうするかというとですね、なんて言うんでしょう、雪をこう除雪の時に集める車両が大きい重機があるんですけど、それを使ってですね、細かくちょっと寄せてですね、積み上げていくというような形で、道路の幅は広がったんですけども、実質的に雪の量は減ってないんですよね。そういうこともありまして、ただ、道が広くなったので、歩きやすくなりましたし、車は走りやすくなりましたし、いい感じにはなってはいるんですけどもね。地区によってですね、かなり降雪量違うんですよね。我が家の方は、札幌市内の中でも結構降る方なんですけども、このくらいの量でしたら、普通と言いますかちょっと多くなってきてるなという感じですね。なので、できればですね、除雪だけではなく、排雪の方もしっかりとしてほしいんですけどもね。路面は出てますけども、一部ブラックアイスバーンになっているので、ずるずるっと滑りますねちょっと怖いですね。
で曲がるときにはしっかりとスピードを落として走ると。さあちょっとここのコンビニに寄りましょうか。はい、どうも。はい、そうしましたらですね、SJ カムアクションカメラのお話の方をしていこうと思います。まずですね、こちらの、新しく出たカメラというのはですね、もう発売されているのかどうかはちょっとまだわかんないんですけども、ホームページの方にはもうすでにですね、カメラの方は記載されていたんですよね。で、そちらのホームページを確認いたしますと、まず 8K 撮影ができると。ただちょっと残念なことにですね、これ20フレームでの撮影なんですよね。最低でも24フレームは欲しかったんですけども、20フレームというのはちょっとかなりカクカクとした映像になってしまいますね。で、その他の特徴といたしましては、二眼レンズなんですよね。どういうことかわかりますか？レンズがですね、2つついてるんですね。で、こちらのなぜ2つついてるかと言いますと、日中用のレンズとですね、夜間用のレンズがあるみたいなんですね。で、そちらの方に使われているレンズとセンサーですけれども、まず日中用のセンサーは2分の1センサーで、絞りが F2.8。これは一般的といいますか、安価な中華アクションカメラに比べますと、センサーサイズがちょっと大きくて、レンズの明るさ、F 値は、大体一般的ですね。で、次は、夜間用のレンズがついてるんですよね。で、これがちょっと特徴なんですけれども、こちらのセンサーが1.8分の1型のセンサーですね。安価な中華アクションカメラに比べますと、センサーサイズはちょっと大きくなっているぞと。で、レンズの絞りは F1.8 になってますので、ちょっと明るいですよね。で、この SJ30 なんですけれども、実は以前からですね、SJ20 というカメラの方が出ておりまして、そちらも実は二眼レンズで同じような日中用のレンズと、あと夜間用のレンズが搭載されている二眼アクションカメラだったんですよね。で、それのモデルチェンジ版ということで、今回 SJ30 の方が出ていますよと。で、あとモニターの方なんですけれども、これはですね、インスタ360 ACE Pro 2のようにですね、なんて言うんでしょう。フラップ式で、タッチスクリーンモニターになっているという状態ですね。ですから角度を自由にこう変えてですね、自分の見やすいような状態にすることが可能と。取り付け場所によってはですね、自転車ですとか、あとは自撮りですとかというような状態でも、こうインスタ360 ACE Pro 2のようにですね、使うことができると。なかなかいいですよね。あとはアタッチメントの方なんですけれども、これはワンタッチ式になってました。ワンタッチ式っていうのは、DJI ですとかインスタ360でおなじみのカチッとはめてカチッと取り外すという非常に便利なアタッチメントですね。で、私がですね、一番注目していたのが、
こちらのカメラですね、ホライゾンロック機能というのがついているんですね。これは45度まで水平を維持すると。今まで、DJI ですとか、インスタ360、GoPro といったような、この3メーカー以外からですね、初めてなんじゃないでしょうかね。この水平維持機能がついたというのはですね、なかなか興味がそそられるんですけれども、以前にですね、他の中華アクションカメラで水平維持機能ついたカメラ出てこないかなというようなお話をですね、した動画をアップしたことがあるんですけれども、ついに出てきたかなというような感じでしょうかね。で、もう一つですね、注目する点といたしましては、この SJ-CAM 専用になるんですけれども、別売りでワイヤレスマイク SJ-CAM M4 というですね、ワイヤレスマイクの方が出ておりまして、出てないのかまだ未発売ですけれども、これから発売になるみたいなんですけども、こちらのワイヤレスマイクの方対応になっているということで、DJI のアクションシリーズみたいにですね、マイクミニですとか、マイク2ですとか、マイク3ですとか、というようなワイヤレスマイクをダイレクトに接続できるタイプなんですね。ちなみにですね、SJ-CAM 専用になりますので、SJ-CAM M4 しか使えませんので、その点はですね、お間違いのないように。あくまでも今 DJI のワイヤレスマイク、例えを出したのは、ダイレクトに接続ができるというような形なので、例えとして出したんですけれども、マイクミニですとか、マイク2ですとかというのは、こちらの SJ-CAM には接続できないので、その点はお間違いのないようにとお願いいたしますということですね。あとは、ボイスコントロール機能がついておりますので、ワイヤレスマイクを使うとですね、なかなかに反応が良くなってくれるんですよね。例えばなんですけども、内蔵マイクなどで、自転車の走行動画、バイクの走行動画などを撮っているときにですね、ボイスコントロールをしようというふうに考えますと、風切り音で、音声がなかなか認識してくれないことが多いんですけれども、こちらのワイヤレスマイクの方を使いますと、口元近くにですね、ワイヤレスマイク設置いたしますと、風切り音なんかも比較的、モフモフつけれると思いますので、そういうので風切り音防止で、ボイスコントロールの方もしやすいのではないかと思いますね。これは経験上ですね、DJI のアクションカムで試しまして、比較的音声認識してくれやすいなというふうに感じた点からお話しいたしましたと。で、あとはカメラ本体は5メートル防水になっておりますので、ちょっとした、川ですとかというようなところにですね、ドブンと沈めてみたりできますので、そういう点では非常に防水性能というのは雨の日なんかもですね、使えますからいいなと思いますね。で、あとはですね、仕様といたしまして、ビデオの解像度、アスペクト比をですね、16対9で撮影した場合の種類ですけれども、8K20 フレーム、6K30 フレーム、5K45 フレーム、5K30 フレーム、4K60 フレーム、4K30 フレーム、2K120 フレーム、2K60 フレーム、2K30 フレーム、FHD240 フレーム、FHD120 フレーム、FHD60 フレーム、FHD30 フレーム、HD120 フレーム、HD60 フレーム、HD30 フレームとなかなかですね、解像度の種類が多いので、いろいろですね、シチュエーションに合わせて設定の方もできたりしますよね。で、ビデオのフォーマットはですね、MP4 になっています。で、露出設定の方はプラスマイナス3まで設定ができると。ISO感度の方ですけれども、こちらは100から3200の間で設定ができるそうなんですけれども、1単位の設定というのは、今までに見たことはないので、多分ですね、
オートで自動的に変わったりですとか、任意指定をする場合にはですね、多分1段階ずつになると思うので、100、200、400、800、1600、3200というような感じになるのではないかなと思うんですけれども、この辺はちょっと詳しく載っていなかったので、そうかもしれないという形で聞いておいてください。で、バッテリーの容量なんですけれども、ちょっと電圧の方は記載なかったんですが、2000mAh となっておりまして、4K30 フレームで撮影した時にはですね、150分ですから、2時間半撮影できると。ほんまかいなと。これがもしできるのであれば、なかなか長時間ログができそうですよね。で、重量の方に関しましては、ちょっとこれバッテリー入ってるのか入ってないのかわかんないんですけども、162g というような記載がありました。これは、一般的なですね、安価な中華アクションカメラに比べますと結構重いです。で、肝心の価格なんですけれども、264ドルになっておりました。これ日本円に直すと、だいたい41,500円から42,000円ぐらいになるのではないかなと思うんですけれども、お値段見るとですね、ちょっとお高いんですよね。で、内容を見ますと、インスタ360エースプロ、初代の方ですね。に、仕様がですね、かなり似通っているんですよね。で、今現在ですね、インスタ360エースプロもですね、44,700円だったかな。ですから、3、4,000円プラスいたしますと、インスタ360エースプロが1個前のものにはなりますけれども、十分なですね、機能、性能を備えているカメラですから、で、この SJ カムというのはですね、結構画質は定評のあるカメラなんですよね。ですから画質は悪くはないと思うんですけれども、こればかりはですね、実際にサンプル動画ですとかを、見て、当倍ピクセルで表示できるようなどなたかがですね、何らかの機種と、比較動画なんかを出していれば一番いいんですけれども、確認しやすいんですけれども、ちょっと車の方が入ってきましたので、そろそろですね、駐車場の方出たいと思いますけれども、はい、そんな感じでですね、SJ カム SJ30 というのが、新商品として、これからですね、発売されるということなんですよね。発売すでにされているのかもしれないんですけれども、まだ日本の方では未発売ではないかと思うんですよね。傾きがですね、45度までできるということなんですけれども、センサーサイズが大きいので、センサーサイズというのは解像度の方ですね。センサーの物理的な大きさではなく、解像度が大きいので、有効に使えるんでしょうね。そういう点では、なかなかに、良さそうかなと思いますし、今までにやっぱり、どこのメーカーもですね、メジャーメーカー以外に、その水平維持機能というのを搭載してこなかったので、やっぱりそういう点ですとか、あとセンサーが2つ搭載されているということもあるので、コストの方がかかってしまうんでしょうね。ここからはですね、市内の道路の状況ですとか、周りの雪の量ですね、というのを見ていこうかなというふうに思いますね。
撮影の方はですね、この辺で終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。